猟犬から妹を守った6歳の少年。米ワイオミング州で6歳の男の子、ブリッジアー・ウォーカー君は、4歳の妹が1匹の犬に襲われているのに気づいて、助けに飛び込んだのだ。しかし自分の背丈以上あるその犬は、妹の盾になったその少年を激しく攻撃、頬に噛みつき離さなかったのだ。その後救出され病院に運ばれたが、2時間かけて90針以上の大怪我となったのだ。父親がなぜ妹を守ることができたと尋ねると、もし誰かが死んでしまうくらいなら、自分がそうなろうと思ったと答えたのだ。この勇敢な少年の行動は全米に広まり、アベンジャーズの大ファンだと知った俳優のクリスが、君こそが本物のヒーローだと、キャプテンアメリカの盾を送ったのだ。さらに撮影現場にも招待され、大好きなヒーローとの一生の思い出ができたのだ。現在ブリッジャー君の方は、無償で治療させてくれと申し出があり、綺麗に完治しているのだ。ところジョージが若者にとった神対応とは、ある一人の若者がジーンズのブランド立ち上げを夢見て、ジーンズといえば所さん、ワンチャン会えないかと世田谷ベースに突撃したのだ。すると中から所さんらしき鼻歌が聞こえたので、若者は勇気を振り絞って「こんにちは」と声をかけてみたところ、ひょっこり所さん本人が現れたのだ。若者は当たって砕けろという思いでジーンズのブランドを立ち上げたいと考えてここに来ました。突然訪ねてきてすみません。頭を下げると、むしろありがとね。まさかのお礼に若者は驚き戸惑っていると、ジーンズ俺でよかったら履くよと。さらに所さんは、商売するなら写真も撮った方がいいんじゃないと、ブランド宣伝用の写真まで撮ってくれたのだ。その写真の効果は絶大で、若者は無事ブランドを立ち上げることができたのだ。千鳥大悟が石橋貴明の粋な行動に感激。大悟が石橋と初共演した日、夜に飲みに誘われ、六本木の高級レストランに向かったのだ。そこで大悟は、自分は瀬戸内海にあるど田舎の島出身で、初めて六本木という地名を聞いたのは、幼い頃にテレビで見ていたタカさんからなんです。島にいた頃には、六本の木、そんな町があるわけないと思ってて、上京した時に本当に六本木があって、タカさんが言ってたのは本当だったんだと感動したのを覚えてますと興奮気味に話したのだ。その後食事を終えて2軒目のバーに向かうためにスタッフが気を利かせタクシーを用意していたのだ。すると石橋は「ちょっと待って、タクシーキャンセルして大悟と六本木の街歩くから」。その粋な振る舞いに大悟はタカさんやと感動したのだ。サンド伊達みきを解散してほしいと言われた意外な人物。尼神インターの解散に伊達は最近ちょこちょこ解散とかありますよね。プラスマイナスとかは牛とかみんな大好きだからもったいないと電撃解散のコンビを惜しみつつも、実はサンドイッチマンも過去に解散の危機があったのだ。伊達と富澤はプライベートでも仲が良く、家族ぐるみの付き合いで子供たちともよく遊んでいたのだ。そんなある日のこと、富澤の子供に話があると呼び出され、なんと解散してほしいんだけどと突然言われたのだ。さらに僕がパパとコンビ組むから伊達さんお願い。思わず伊達はもう少しでぶん殴るところだったと笑いを取りつつも、悪いけど解散はできない、目線を合わせ真剣に息子に伝えると、ちょっと何言ってるかわからないと返されたのだ。サンド富澤たけし、息子への叱り方がマフィアのやり方。とあるテレビ番組で公園で子供たちがギャッとなった時にどう怒りますかという質問に、アンタッチャブルの2人と伊達は怒らない、嫌われたくないからと消極的な解決方法だったが、唯一富澤だけが妻が怒っても聞かない場合に俺はゆっくり出てきてこそこそ怒る。理由は大きい声で怒ると子供がまたギャーってなるから。お前さ、なんて言うこと聞かないの。横声で耳打ちすると実演してみせたのだ。すると怖い、マフィアのやり方じゃんと突っ込まれ、さらに富澤はこそこそ耳打ちすると聞こうとするんだよと説明。いいかもしれないと称賛の声が上がったが、実際富澤が息子にこそこそ怒った時はちょっと何言ってるかわからないと返されたのだ。大泉洋に妻から届いた謎の書類。撮影で1週間ほど自宅を離れていた時にマネージャーから奥さんからホテルに書類が届いてますよと。しかし大泉は思い当たる節がなく、まさか離婚届ではと思い、何度もマネージャーに手紙ではなく本当に書類なのかと確認したのだ。そして何度も奥さんに連絡するが全く連絡がつかない。ようやく夜に連絡がつくと、書類って何なんだ尋ねると、奥さんは
見ればわかるの一点張り。しかし翌日に撮影を控えていた大泉は、このままでは明日の撮影に集中できない問い詰めると、奥さんはしぶしぶ娘がパパに書いた手紙をと教えてくれたのだ。大泉は大急ぎでホテルに帰り、手紙を読むと、パパいつも優しくしてくれてありがとう、早く帰ってきてね、絶対帰ってきてね。大泉はそのまま泣き崩れたのだ。安藤夏は小食なのに体重130キロ。実はビッグマックを残すほど小食で、テレビ番組でその小食ぶりが検証されるほどなのだ。検証では寿司を食べることになったが、11巻で苦しいと言い出し、13巻でギブアップ。趣味が回転寿司巡りにもかかわらず、大体7皿でお腹いっぱいになるのだ。芸名の由来となった安藤夏は食べるかと尋ねると、脂っこくて苦手と意外と乙女なのだ。ではなぜ太るのか、ネットでは病気なのではと噂されるほど謎で、相方のカズレーザーもこの現象について、世界の七不思議、どうやってこの体型を維持しているのか、光合成しているとしか考えられないとコメントしたのだ。実は真相は意外と簡単で、本人によると1回の食事量は少ないが回数が半端ないのだ。カズレーザー高級レストランでつまみ出されるデーブ・スペクターと2人でご飯に行った時、麻布にある会員制のレストランに連れて行ってもらったのだ。カズレーザーは普段から真っ赤な服を着ていて、その異質なファッションで稀に入店を断られることがあり、少し不安になっていたが、よく来てくださいました、スペクター様とスタッフに声をかけられ、その好待遇にカズレーザーは思わず、いつもダジャレばっか言ってるのにやっぱデーブさんってすげえんだと驚いたのだ。しかしデーブのファッションは普通の T シャツに短パンとラフな格好で、俺たち大丈夫なんですかと尋ねたら、何言ってんの俺スペクターだぜと颯爽とレストランに入っていったのだ。するとスタッフがカズレーザーでも聞き取れる英語でノーセンキュー。デーブはつまみ出され、真っ赤なスーツのカズレーザーは打ち通されたのだ。ローランドの笑ってはいけない名言9選。オーラの消し方くくっても出てこないんだけど、誰か知ってる人いる？オーリーを探せという命令口調がプライド的に許せないから絶対にやらない。ブサイクの対義語はローランド。女性は水とパンとローランドがあれば生きていける。車を運転して右折するときはウィンカーじゃなくてオーラ出して曲がります。そのあたりの男と飲むドンペリよりローランドと飲む雨水。世の中には3つのやり方がある。正しいやり方、間違ったやり方、そして俺のやり方。生きていることが社会奉仕。世の中には2種類の男しかいない。俺か俺以外か。